だからまず見えるのはね、自分のことしか考えてないということなんですね。せっかく家族を持っているのにね。これが初めからの人間としての失敗やと思いますね。女性には私の人生っていうものはなかなか欲しいんだけど成り立たないんですよ。人間ですからね、私の人生っていうものはみんな誰でも欲しがりますよ。でもこれは成り立たないんですね、結局は。だから実らない希望っていうのはね、もう人よりは持てない方がいいでしょうしね。だから日々楽しく生きていればいいんで、そんなのはどうでもいいね。今日は楽しければね、今日は十分生きてきまって、今日は十分生きてましたと。布団に入ると充実感がないとね、今日一日は良かったという気持ちがなければ意味がないんですね。これで今日一日良かったという生き方が自分一人で作れないんです。自分全く一人でおいしいご飯何か作っておいしく食べて今日は一日楽しかったってはないんですよ。これ誰かがそれ食べてびっくりするほどおいしかったと喜んじゃっちゃうと、なんかものすごく自分にとってはプラスになっちゃうんですね。だから料理作って自分が充実感感じたければ誰かに食わせることです。自分で美しく食卓を用意して花も飾っておいてろうそくも立てて一人で食べると残酷ですよ。だから無理やりに誰かを引っ張ってもうそういう雰囲気を作ってあげてで喜びますと、それでなんとなく今日はよかったとかね、そういうことになる。だからこの一日の充実感っていうのは大体自分一人では気づけるものじゃないんですね。そういうところではいろいろちょっとご自分なりに考えるところがあるみたいんですね。私が考える幸せはこんなものであるというふうにね。あれも錯覚だそうですよ。この幸福感も脳のこうであったら幸せやと。全然そういうふうにならないんですからね。だから脳にやられているんですよ。で脳が考える幸せっていうのは成り立てないものなんです。それまたあれ変わっちゃいますからね。子供の頃若い時はこうなったら幸せやとかね、女性がもう20代超えていくともう誰かと結婚して家族を築くことで幸せやと思っていたくせに、でもうちょっと年取ると別なことを幸せやと思っているんですね。大体は成り立たないものばっかりのがもう錯覚移行しちゃうんですよ。それで仏教の話はこの実現できることで満足感充実感感じると、身の回りのことで。だって一緒だってこの環境から逃げられませんでしょ。一緒でも誰かと一緒に生きてるんですからね。逃げるっていうことではなくて用事があって行く用事があって行くっていうことですね。だから
とにかくこの脳が思い浮かぶ幸福っていうのは人間にとっては幸福じゃないんです。それはもうとんでもないインチキで錯覚で。だから今日は良かったなっていう感じで入れればいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあそこで旦那様の問題なんですけど、だからはっきり言えばいいと思いますよ。あなたはもうがんになっちゃってね、いつ死ぬかわからない体になりますから今までわがままで全然優しい人間ではなかったし、だから私と一緒に楽しみましょうよと言って引っ張ってください。自分が行きたいところに。人間らしく男らしく死ぬとか死んでくださいと、奥さんのちゃんと面倒見てあげて、奥さんと一緒に楽しくて楽しい生活をして、変だけど悔いがない死に方になりますから、私はあちら行きたいんだから一緒に来いと、こういうことやりたいんだからついてこいと。最後だから私、今まであなたに合わせたんだから、もう先がないんだから私に合わせてくださいこれからと言って自分の人生に引っ張ったらどうですかね。スーッとその人に引っ張られてるばっかしではね、でも自分がそういう気持ちも全くないし、私ばっかし考えているし、結局はそれ成り立ってないんですね。旦那に引っ張られたばっかしで。だからこちら葛藤でしょ。自分が自分好きなように出ていきたいと希望はあるんだけど1日3回ご飯作ったりあげたりして、それにやられてるだけなんで、現実はどちらでも成功してないんです。だから三度の何食と言うんですか、そのことを私は覚えられません。だからね、そんなくだらない世界をやめて、もう自分が考えている世界に旦那は引っ張ってください。無理やりに。向こうは最初は慣れてないんだからね、まあいろいろ文句言うでしょう。その時はもう黙っていなさいとかね、うるさいねあんたはとかね、あれやこれやと言いながら、まあ喧嘩しながらでもどんどんそれていっちゃうと、まあ向こうは明るい心になると思いますし、でそれから病気になってくると、この食べることを楽しむんじゃないんですね。みんなここで心ができてないんだからね、逆に食べないことを楽しまなくちゃあかんですよ。幸福感を味わわなくちゃいけないんですね。私はもう半年も経ってますけど、きれいさっぱり塩をやめちゃったんです。だからもう食べるものっていうのはいきなり全部消えちゃったんです。店にあるものは何も食べられませんし、加工食品は一つも食べられませんだから、最低ケチャップも使えませんしね。生野菜すごく好きですけど、一応ドレッシングかけて食べてたんですね。ドレッシングはダメなんですね。だって塩が入ってますから。でみんなこれでまずいだろ、でもまずいですよと。あんた考えてください。塩も何もかけないで魚食べるとか食べられませんよと。私にとってそれが楽しみで、ものすごい楽になったんですね。
で店なんかスーパーに行ったらいろんな食べ物ありますから一回だけでも食べてみたいなっていうものもあるんですね。今ないんです。で生野菜と豆腐を買って戻るんです。それで体に何か悪い影響あることまるっきりないんですよ。それでみんなこのもう古い考えで体には塩必要ですよ、あれこれ私にもう言われたら私はそんな世界知りないんだからね。私の理論ってねあまりにも田舎っぽくてね、私はこの人間の体に動物の体にはこれ塩欠かせませんよ。あ、そう。でも私は牛とかヤギとか一回も塩を食べるの見たことないんだよ。一回も体に入れるの見たことないんだよ。でも病気にはなりませんよ。だから何かあるはずやと。で全然何もないんです。それだけな私のこの足が膨らむっていうことを若い時からあったんですね。すっごく膨らんじゃってもう毎日だからもう気にしないんですね。それやめた途端治ったんです。だからおそらく50年間もあった病気ですけどでそんなもんでもう年だから私はねで食うことを楽しむんじゃなくてで食わないことを楽しむ、味を楽しむんじゃなくて味がないことを楽しむ。それで人生楽になったことを楽しむ。煩わしいことは何もなくなってよかったと。だって味付けって面倒くさいでもうずっとやってきたんだけど一度も成功したこともないんだけどで私は何か料理作ったらもう私には食べられません。もうそんなことしてもうないんです。たまに炒めたりする時もありますけどそれだけだからね、何にも入れてないんだからね。だから成功も失敗も何もないんです。でこの間玉ねぎをね炒めて食べちゃったんですけどね、ただちょっとなんとかオリーブを入れちゃってね玉ねぎ炒めてで私はもう玉ねぎと豆腐食べたかったんですね。だから炒めた玉ねぎをねもうただ炒めただけ、塩も何にも入れてないそれは豆腐の上にかけて食べてもいいんだけどめんどくさいんだから面白いんだから豆腐もそのまま放り投げましょうとでバイバイに豆腐も放り投げちゃったんですね。それで炒め物も味噌をできるだけ絞っちゃうともううまくいかなくてね、それであれうまくゴタゴタしなれてね、だから別に成功も失敗もない料理だから結構美味しく食べましたでカップに入れてそれだけスプーンで食べて結構いいなと味がだからこの麻薬的な働きを考えて食べていて、だから体が当然壊れる。体には自分で復活する能力がありますね。だから復活するために体は危険にさらさないといかんですよ、細胞を。危険だと分かったらもう体は復活するその機能を作るんですね。だからがんになっちゃったら別に私みたいにね、野菜だけ食べてそれもそのまままさにですよ、明らかに
しかし麻薬依存症がなくなってくると美味しくなるんです。で、私は炒めようと思って人参とかも切ったりするんでしょうですね。で、炒めてもただ油つけて体に悪くなるだけで、なんとなく気分ですから、もうオリーブオイル買っても大体小さじ1杯程度なんですね。だから買ったちっちゃな瓶買ったんですけど、もう3ヶ月間も経ってまだ半分も終わってないんです。で、切ってる間で半分ぐらいそのまま生で食べてるんです炒めるもんな、ちょっと炒めなくちゃっていうことでちょっと無理に残しちゃうんです。それでバカじゃないかと思っちゃうんです。生で食べて美味しいのに、そのまま食べて美味しいのに、なんで炒めてまずくしてくるんですかと。だから最初は皆様には人参そのまま取って洗って食べるのはそうそうもできないでしょ。あれは麻薬中毒だからなんですね。それでどんどん中毒はなくなります。なくなると人参ってそのまま取って食べるものでしょと思うようになるんです。かなり前ある子供がね、男の子なんですけど、家で作る料理はほとんどのことを食べたりしない。今結構美味しい料理作るんです、その家ではね。で、いろんな人にパーティーやってるんだから、もう一人雇ってるんですよ、料理作るために。で、子供たちが全然ほとんどごまかしちゃうんです。それでちっちゃな子がもう台所に走ってきて、なんて言いますか、キューリップを取ってくるんですね。キューリップ取ってみんなと遊んでるところでこれ食べてるんですね。だからみんな文句言うんで、この子はご飯は食べないわ、もうこれからご飯作りますからもうやめてよとかなんとか。私もね、子供にやっぱりそういうふうに食べるんじゃなくてね、これは切ってね、サラダにしてとかね、そういうふうに格好よく食べ方もあるんでしょうねって言ったら、違いますと。私はこのままでこの通りに食べたいんだ。だから庭もあって庭にもキュウリとか育てていたんで、そういう人も時々庭に入って一本取って食っているんですね。だからその時すると、この子はまだまだ脳がいかれてない。中毒になってない。味中毒に。それで私も自分の子供頃を思い出しちゃったんですよ。だからそれから子供に何もなかったんです。私もすごい小さい時は生で食べたかったんですね。取ったまんまでそのまま。それで皮むいて切ったりやいろんなことをすると、なんとことをするのかと。悲しいんですね。食べられないようにしてくれるんだと。しかし大人は凶暴だからどんどん味中毒にさせちゃって逆にしちゃうんですね。はい、そういうことで余計な話に時間なくなりましたけど、でそういうふうにこの新しい食習慣を見つけたりで、食べないことを喜んだり、特に幸福感をねものすごく喜んだりとか、いろいろ新しい人生発見した方がいいと思いますよ。がんは結構がんっていうの大したことないんですよ。体に対して視線に戻しちゃえば、がんは大体はあまりもでっかいものでない限りはね、結構死んで消えます。あまりにも多くなっちゃうと時間間に合わないんですね。
ということで、その2つ考えてください。旦那さんを引っ張って、自分の世界に引っ張って、自分のお世話をしてもらう人間にしてもらう。そうするとそちらの希望も叶うし、向こうもやっと旦那らしい仕事をしているんだっていう気分にもなります。じゃあ頑張ってください。では、次回になりましたので、ここら辺で話を終了いたします。どうもありがとうございます。